こんにちは、北谷です。築50年住宅リフォーム DIY。 前回リビングの半分に漆喰を塗りました。光の当たり具合で粗い部分が目立ちますが、これも味だと自分を納得させています。残りの部分をどうするか考えましたが、リビング全体を漆喰にすることにしました。手前のリビング部分を漆喰にして、奥の寝室は壁紙にしたいと思います。まずは綺麗な直線になるようにレーザー墨出し機を使います。レーザーに沿ってマスキングしていきます。ここが漆喰と壁紙の境になります。続いて床を養生します。マスカーで部屋の端を養生した後、ブルーシートで全体を覆います。半分ぐらいこんぐらい乗せて、もこうなる。はい、じゃあここまで。はい。ちょうど隅っこぐらいですね。こんなところか。ちょっと頑張る。こっちはもう。煙突を通すメガネ石は枠部分をファイバーテープで覆います。漆喰を塗って枠部分の段差をなくします。メガネ石をマスキングしたら準備完了です。ここから一気に漆喰を塗っていきます。2回目なので塗る速度も上がって、1日で2度塗りまで終わらせることができました。途中息子も合流して一緒に作業しました。部屋一面真っ白でとても明るくなりました。前半部分と仕上がりに差があるのはご愛嬌です。壁が仕上がったのでスイッチも固定します。今までぶら下がっていたスイッチですが、カバーをつけると一気にできた感があります。
続いて天井にライティングレールを取り付けます。アクセントになるように黒色を選びました。まずは配線の保護用に取り付けておいた引っ掛けシーリングのコネクタを外します。ライティングレール用の引き込みプラグにケーブルを差し込んで天井に固定します。ここにレールを継ぎ足していきます。長いレールは送料が高くなるので1メートルのレールを3本継いで使いました。部屋の端まで約 3.5 メートルだったのでレールをカットしなくてもちょうどいい長さでした。最後にエンドキャップを取り付ければ完成です。もう一部屋はライティングレールを逆向きに設置しました。これでリビングの天井と床が完成しました。次回は寝室の壁紙張りに挑戦します。長かったリフォーム DIY も完成まであと少し。当初の予定より遅れそうですが最後まで頑張ります。それではまた。